さんこんにちは。今日はインスタグラムで募集したプロテインに関する質問や疑問に答えていきたいと思います。プロテイン入りのアレンジレシピもご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。まずじゃあ超基本的な情報として、プロテインとは何なのかなんですけど、プロテインを直訳するとタンパク質になります。でタンパク質は三大栄養素の一つで、私たちの体を作る重要な栄養素の一つになってます。タンパク質の役割としては、私たちの筋肉を作るのもそうだし、あと爪であったり髪の毛であったり皮膚の健康状態を保つのにもすごく大事な役割をしてくれる栄養素になっていて、体を動かすエネルギー源にもなります。プロテインは大きく分けて3種類あるんですけど、ホエイプロテインとカゼインプロテインは動物性タンパク質を扱っていて、体内への吸収のスピードが速いか遅いかになってます。でソイプロテインは植物性のプロテインで、大豆を原料としていて、女性に嬉しい成分が入っていたり、吸収速度はゆっくりになっています。で私がインスタグラムの方でいただいた質問に結構あったのが、1日にどのぐらいプロテインを飲むといいんですかとか、どのぐらいタンパク質を摂るのが正解なんですかっていう質問をいただいたんですけど、人が1日にね必要なタンパク質量っていうのは大体目安っていうのが決まっていて、一般的には運動を日常的にする人で体重 ×1.5 から 2g、 運動をあまりしない人であれば体重 ×1g がいいと言われています。なので例えば筋トレを日常的にする人で、50キロぐらいであれば ×2 で 100g 必要ということになります。食事だけで 100g って結構厳しい数値ではあるので、食事から例えば 80g タンパク質が取れていたら、プロテインを1日1杯で大丈夫っていうような計算になります。私はだいたいざっくり把握していて、プロテインは1日1杯から2杯飲むようにしています。タンパク質が不足していると、筋肉低下しちゃうのももちろんのこと、爪がボロボロになっちゃったり、髪の毛がパサパサになっちゃったり、ホルモンバランスが崩れたりもするので、ここはねやっぱりしっかりとっておきたいところになっています。もちろん食事からね毎食タンパク質をしっかり取れるのであれば、プロテインを飲む必要はないんですけど、ダイエット中の方とか、普通に生活している方とかでもタンパク質だけ取ろうと思っても、この食事プラスで、脂質だったり炭水化物だったりっていうのがついてくるので、プロテインだと他の数値っていうのは結構低めに、カロリーも低めになっているので、タンパク質だけをとは言わないですけど、タンパク質を効率よく摂取するにはおすすめなドリンクになってます。でプロテインによってもどのぐらいタンパク質が入ってるかっていうのもね結構ブランドさんによって違うので、タンパク質の含有量っていうのを見ていただくと、プロテインの中でどれぐらいタンパク質が入っているかっていうのを見ることができます。でここの含有量がね 80% だったり 85% 以上だったらすごく優秀な数値となっています。でプロテイン飲んだらじゃあメリットだらけっていうと、実はそうではなくて、デメリットの部分も少しお話しします。でデメリットの一つ目としては、タンパク質を過剰摂取しすぎてしまうと、腎臓であったり肝臓に負担がかかってしまうっていうことです。これは食事でタンパク質を取りすぎても同じようなことなので、できるだけ1日のタンパク質量っていうのを大体でいいので把握しておいて、ガブガブ飲まないっていうのだけを注意していただけたら大丈夫なところかなと思います。で2つ目は、プロテインはこれ飲んだら痩せるっていうような魔法の粉とかでもないので、タンパク質っていうのも 1g あたり4キロカロリーあるので、飲みすぎるとカロリーオーバーになる可能性はあります。そんな感じがデメリットになっております。じゃあここからは、プロテインを使用したデザートレシピであったりアレンジレシピをご紹介しながら、皆さんにいただいた質問にお答えできればと思います。
こんにちは。で続いてはプロテインの飲むタイミングについて、これも結構来ていた質問で、諸説あって、トレーニーさんであったりその栄養士さんであったりって、言ってることは様々なんですけど、一般的に言われていることをお話しすると、まず筋トレを日常的にするトレーニーの皆さんは基本的に運動後30分から45分以内がいいと言われています。でこの理由としては、運動後はやっぱり筋肉を結構鍛えて傷ついているので、その筋肉修復にやっぱりタンパク質、アミノ酸っていうのがすごく必要になってくるんですよね。でトレーニング後っていうのは普段よりもタンパク質を筋肉への吸収率っていうのが高くなる傾向にあるので、タンパク質補給のゴールデンタイムと言われています。続いては、寝る前です。で寝る前がいいっていう風に言われてる理由としては、寝てる間に体内のアミノ酸の濃度を維持して筋低下を防ぐっていう風に言われています。なんですけど、寝る直前に飲むとやっぱり消化が良くなかったりするので、だいたい寝る30分から1時間前がベストというふうに言われています。続いては朝起きた時です。でこれも寝る前と少し似てるんですけど、寝てる間にもカロリーがね基礎代謝で消費している状態になるので、起きた時タンパク質不足になっているので、その時にね体にタンパク質を入れてあげるっていうような意味合いがあります。で私も朝起きた後に水を飲んで、その後にプロテインを飲むようにしています。なので私の個人的な飲むタイミングとしては、朝起きた時とあとトレーニング後に飲んでます。あとはダイエットしてる方とかですと、お腹が空いた時、小腹が空いた時にもね、間食する代わりにプロテイン飲むっていうのもありだと思います。1回でね体内に吸収できる量っていうのが決まっているので、そういえば今日朝も昼も飲めなかったなと思って夜に3杯ボーンって飲もうとかいうのはあまり良くなくって、それ以上飲んだとしても脳トイレで排出されてしまうっていうような可能性が高くなってます。なのでできるだけこまめにねタンパク質補給するのがいいかなと思います。あとよく来ていた質問の一つで、プロテインは毎日飲んだ方がいいのか、トレーニングしない日でも飲んだ方がいいのかっていう質問なんですけど、でこれはやっぱり自分の1日のタンパク質摂取量が決め手かなというふうに思っていて、食事からあんまりタンパク質量取れてない場合は飲んだ方がいいですし、ダイエット中の方でね余計なカロリー取りたくないけど、タンパク質は取ろうかなっていう場合だと取った方がいいと思います。でダイエット向けにおすすめのプロテインもあるのでね、それのご紹介もしたいと思います。でダイエット向けのおすすめのプロテインはソイプロテインです。で今回私がコラボさせていただいているYouFitさんのご紹介をさせていただくと、人工甘味料だったり保存料、着色料、香料っていうのが一切入っていないです。なので、長期的に飲むにしても安心して飲めるっていうのがまず大前提であって、あとね結構これがいいポイントだと思ったのが、タンパク質含有量が 84% 以上になっています。これはね結構高い数値ですよ。だしカロリーのところを見ても低カロリーだし、低糖質低脂質になっているので、本当にタンパク質以外の余計な部分は最低限に抑えて、タンパク質だけを効率的に補給できるパウダーになってます。であと国内生産になっているので、もしそういう海外製のものが不安だなって思う方も安心して飲むことができるかなと思います。でソイプロテインは冒頭でも言ったように、ホエイプロテインに比べて吸収がすごくゆっくりなので腹持ちがいいっていうのがあるのと、あと飲みやすさっていうところで、個人的に私ソイプロテインってねこれまであんまり好んできてなかったんですよね。理由としては結構溶けにくいものが多かったり、味がちょっとあまり苦手なものが多かったんですけど、でもこのYouFitさんのはねすごく飲みやすくて、私も毎日朝飲んでます。じゃあ今からソイプロテインの水割りと牛乳割りの比較をしていきたいと思います。で見た感じはどちらも同じぐらいの溶け具合で、底の方を見てもね溶け残りもなくスッと溶けてます。それがいいとこだよね。なんかブランドさんによっては本当にいくら振っても溶けないものもあるじゃないですか。なのでやっぱ溶けやすさっていうのは私は結構重視するポイントです。飲んでてなんかダマが入ってきたらすごいやだもんね。じゃあまず水割りからいただきます。美味しい。普
普通に美味しくて、飲んでる感じの溶け残り感もなくってサラサラしててすごい飲みやすいです。で、味に関しては私の持ってるホエイプロテインのチョコ味と比べると少し豆乳っぽい感じの味は感じます。ソイプロテインなんでね。じゃあ続いて牛乳割り飲みます。ソイプロテインはソイだから豆乳で割らないといけないんじゃないのっていうのを思うかもしれないんですけど、もちろん乳製品のアレルギーがある方とかは、ソイプロテインは水であったり豆乳で割った方がいいんですけど、特にそういうわけでもないっていう場合であれば、私はソイプロテインを牛乳で割ることもあります。で、牛乳割りいただきます。これまた全然違う味になりますね。美味しいです。本当にダマもないし、このソイプロテインの特徴として結構クリーミーな舌触りというかクリーミーな味わいなんですよ。で、喉越しも結構クリーミー系なので、やっぱ牛乳も合うし、でも水割りだとね、ちょっと薄くて物足りないなって思うことも私はなかったので、これはすごく飲みやすいソイプロテインの部類だと思います。続いてソイプロテインとホエイプロテインの水割りの比較をしていきます。こっちがソイプロテインです。こっちがホエイプロテインです。少しだけホエイにダマは溜まってる感じはありますが、ほとんど一緒ですね。以上が私がプロテインにいただいた Q&A でした。もし何か他に質問とかね、疑問点とかあればぜひコメントしてってください。この動画気に入っていただけたらぜひいいねとチャンネル登録の方もまだの方はお願いします。で、ユフィトさんのソイプロテインはね、本当におすすめなので、気になる方はね、概要欄からぜひお求めください。で、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。